はい、皆さんこんにちは。バリサヤチャンネルのサスケです。今日はですね、もう特別な日です。今日はバリ島やおそらく世界のサーフィンのレジェンドをお招きしています。岩屋スリルカさんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、実は僕がずっとお世話になっている、家族がいらっしゃいまして、毎日遊びに行くんですけれども、その方からチップタさんから、バリのサーフィンのレジェンドが帰ってきたぞっていうニュースを、もらいまして、って思ったんですよ。で、僕現在40歳なんですけど、僕がちっちゃい頃はやっぱりもうメンダさん、パットメンダーがレジェンドって思ってたんですよ。あ、そうですか。で、その以前の方々で本当にもう失礼なんですけど、ご存知なかったんです。いえ。で、チップタさんから聞いたら、いや、もうバリのサーフィンのパイオニアだと、スゲルカさんという方がいるので、っていうお話をいただいて、もうぜひこの機会を設けさせていただいています。はい。で、サーフィングやられてる方はもう皆さんご存知だと思うんですけれども、もうバリのサーフィング大会で一番最初に優勝された方と聞いております。記事とか読んでもそうなんですけど、要するにバリ島でサーフィングを始めたもう第1号の方だと聞いてるんですけれども、はい。そこら辺いろいろと今日はお話を伺っていきたいと思います。スレンカさん、今日はですね、ちょっとサーフィングメインでお話ししたいなと思っておりますけれども、実は、スレンカさん40年間日本に、暮らしていらっしゃって、で僕は40年間バリ島で暮らして、本当に交換留学みたいな感じなんですけども、そこら辺もいろいろ、先ほどもずっとスレンカさんとお話しさせていただいて、すごく興味深いなと思ってるんですけども、でも今日はこの動画ではちょっとサーフィンのメインにお話ししたいなと思っております。スレンカさん、よろしくお願いします。お願いします。まずはですね、バリ島のサーフィンの始まりってどうなんですか？すごく気になってまして、僕知ってたのは、はっきりわかんないけど覚えてるんですけど、多分1967年ぐらい、1967年ぐらい外国そんなたくさん来ないけど、多分僕はちっちゃいその当時は僕はまだそういう興味がないからさ、その当時は僕は海で鳥を食べたりしたのがありますが、そのは結構ヒッピーが住むところもあまりないし、ホテルは多分クタビーチとかこの辺クタビーチしかない。今グランドインナースターがハードロック。そうですね。ライフだったり。そうですね。あそこにしかなかった。僕たちはもうほとんどその当時は仕事もあんまりないですね。で、僕は1年か2年ぐらい、その後は僕、親戚のおじいさんに頼まれて、民宿始めてから見てくれないかっていう感じで、僕は喜んでるんですよ。僕をやられたんです。
お任せでされて、それでいろんなお客さんがいて、オーストラリアです。で、一人はサーフィン、ミートですね。で、オーストラリア帰る俺の板はいらないからワイヤーにある。その時は板もなかった。あれから僕たちは5人メンバーなんですけど、その当時は板持ってない時は僕たちは同じ友達、年齢友達、夕方で海で泳げるボディサーフィン、ボディサーフィンその後はみんなはテント僕たち5人友達はみんな板持ってるんですよ。あれから僕たちハーフウェイでサーフィンして。ハーフウェイでサーフィンして。スリルカさんはそのボードをもらって、自分で練習する。そうですね。先生はいない。いなかったんです。教えてくれたとかじゃなくて、板もらったので、もらって後にもういないじゃないですか。もう書いたから。板だけもらって、それで友達と一緒に。なので、もうその5人っていうのは、もう今もこうよくネットでとかでもすごい有名な方々なんですよね。そうですね。もうみんな大体僕の年齢のスターの子は大体してるんです。だけど今僕の5人のメンバーは2人は亡くなったんです。あとは1人は今はオーストラリアですね。あと2人は僕とボビー・ラリアさん。2人はその時は大会コンテストとかはなかったんですか？そうですね。最初のコンテストは小さい、遊び感覚。王子の人、作ってくれる。一般の人ですね。このいい友達がいて、この人たちは、コレッジ帰る前にコンテンツ作りたいなって、そういう話です。で、その時はまだレストランもなかったです。それで僕はあそこの僕じゃなくて大臣の人は王子の人が缶置いてあるテーブルレストランの方、それであそこでドネーション。なるほど。それでそのお金王子の人たちがいて、一番は誰々もらうこれで分ける3人ぐらい。それは1975それはもう75年。僕は1973でサーフィン。73年にサーフィンです。スレルカさんが今までもちろんバリ人とサーフィンしたことないです。そうですね。で初めてその外国人が波に乗ってるっていう景色を見たときにびっくりする。そうですね。楽しそうでやりたいな。その前は自分もボディサーフィンよく遊ぶ。ボディサーフィンして何回も見たことあるけど、板が持ってないから、そう自分は
ただやりたいな、そういう気持ちがあって、たまたまその時に来られて、そこからハマってる。そこからハマってる。で、バリ島で一番大きな大会っていうか、ちゃんとした大会が行われたのは、1976年。そこでスリンカさんが優勝された。そうですね。すごいですね。まあ、その時はもうメンバーはすごいですね。いや、その時は、僕の時はまだまだですね。少ないし、レベルも今も、とても言えないですね。そのレベルは、たまたま僕は最初にやっただけです。でもそこから、まあ、どんどんサーフィングっていう、まあ、スポーツなんですかね、スポーツが、有名になって、地元の方の人が、どんどんやり始めて、まあ、スリンタさんの直属の下って言ったらメンダさん、そうですね。カシムさん、そうですね。あの人たちは多分、ナンバー3かな。ナンバー3でした。なるほど。ジェネレーション3ですね。そのジェネレーション2位は誰ですか？2位は、まあ、スウェンダーさん。亡くなりましたね。ビラボン。ダニエル。そこからずっとスリンタさんのサーフィンを続けて。そうですね。そうですね。1977年も1回入って、大会が。で、また僕優勝して、78は僕は、スウェンダーさんで、優勝して1979。78はコンテストないです。79は、そこからはサーフィンがもうどんどんレベルアップ。1979はバリとアマチュアコンテスト。時はホームプロでスポンサーで、それでプロレスが聞いて、そしてその当時は僕はまだプロじゃジャージその当時はプロじゃなかったんですね。IPS その時 IPS レインプロになる前は IPS。多分あれは IPS 意味はインターナショナルプロフェッショナル僕してるのは IPS プロ。その当時は僕はバリの初めての世界中の大会ができて、その時は僕は9位。ほとんどオーストラリア、ブラジルも。いやもう本当にスリルカさんとその5人はバリ人としては初めてサーフィンを始めた方々なんですね。その前にいらっしゃらないの？そうですね。すごい。実は僕もコンテスタントしながら僕もIndonesia saya sebagai ketua dari perkumpulan dari pengurus dari atlet dan mencari sponsor untuk melakukan
sudah masuk poni karena belum dihakui karena tidak ada di Indonesia. Tidak ada. Cuman ada di Bali. Oh, jadi benar-benar sate itu mulai dari Bali. Dari Bali. Ya. Oh, sekarang kan Dari Kuta Bali. dari Kuta Bali. Iya. Oh, Dari Kuta Bali. Oh, berarti Jangan lupakan kutanya. berarti oh ya ada. スリルカさんが、まあ、日本に行かれた人ですね。で、その日本に、行かれた時もずっとサーフィング。そうですね。休みの日だけです。休みの日だけなんですけど、なかなかバリみたいな、毎日なそうですね。ないです。まあ、そこはちょっと我慢して。お仕事しながら。サーフィン、エンジョイサーフィン。それをずっと40年間やる。そうですね。寒いでも。寒いでも。そうね。その時は、まあ、バリ島に入りたいなっていうか、バリいいなとか思ったこと。まあ、それはもちろんです。だけど、家族がいるから、一応は行ってないです。でも、日本にいながらも、もちろんサーフィン、バリ島のこともずっと、ニュースというか、ずっと情報は入ってくる。まあ、なんとなく耳の、入ります。例えば、僕の世代とかだったら、メザール、ペペン、ちょっと僕より下です。僕より下です。ジェットが活躍してるっていうのは、やっぱり情報として入る。そうですね。嬉しいですね。嬉しいですか？喜んで。でも、知らない人なんですけど、でも、サーフィン通して、自分も嬉しい。そうです。サーフィンって、俺より上手い人出てるって、すごいなって喜んでですね。やっぱりスポーツでも時代は変わるですね。変わる。人も違うから、やり方も違う。やっぱでも嬉しいです。どんどんサーフィンもっともっと世界中よりもっとレベルを上げて、僕にとっていいよ。ましてやもう、ね、残念ながらちょっとオリンピックはそうですね。伸びたというか、2021年ができるかできないかという話です。サーフィンがあるわけですよね、オリンピックの種目。そうですね。僕の時はなんかそういう話が何回も聞いたことある。オリンピックがそういう聞いたことあるなんですけども、やっぱりプロのオリンピックはお金もらってないの人たちがそれはオリンピックって言われてる。アマチュアがやるの。プロの人みんなお金もらえるから、それは違う。できないでサーフィンオリンピックやる。で、サーファースタッフがある。だけどこれはどこの国よりはアジアとして僕も喜びですね。このオリンピックできればね、ぜひやってほしいですね。やってほしいですね。せっかく日本も一生懸命そうですよね。もうサーフィンは一番
初めの国、そうですね。オリンピック来るの。そうですよね。ぜひ、応援したいです、ね。応援したいですね。僕何も力できないですけど、応援したいです。バリのサーフィン、インドネシアのサーフィンはクタで始まったので、そこから多分ウルワトゥとか、今やもう本当にバリ島の各地、クラマスとかムディウィとか、いろんなところでサーフィン。そうですね、僕もウルワトゥとか、僕、地元の人だけじゃなくて、外国の人ですね。有名な人、ジェリー・ロペスとか、もう、オーストラリア・ユデンスとか、いっぱいいらっしゃいまして、日本の人たちは、日本の人は、オステルの人は、エイドその人は、ドロップアウトの最初ドロップアウトの千葉多分今なくなって何か日本の人たちがいますよ。その当時、1970年代からそうですね。すごいですね。でもそのぐらいバリって波がすごいってみんなからそうですね。その当時も今も変わらないだと思います。ただ人が多いので、それではっきり何も見れないですね。なるほど。私は人はあんまりいない。その当時はもう本当に何か書いたの人、その人たちしかいないです。今は違うですね。次々来ますね。多いですよね。人がどこからわかんないですけど、どこから来たのか。すげえあちこち人がいっぱいいる。いや僕正直、サーフィンの素人、全くサーフィンしてない人からすると、サーフィンでちょっと怖いイメージあるんですよ。対自然とかじゃなくて、対サーファー同士がやっぱり人がいっぱいいるので、ある程度ルールを決めないとみんなぶつかったりとかしちゃうじゃないですか。いや、ルールは何でもルールはあるじゃないですか。それはお互い自分を危ないだから行かないように、逃げるように、それはお互い怖いとか僕にとって怖いだから行かないですけど、僕はその当時は自分は波乗りはあまり怖いとか思ったことないです。見たことないですね。もう楽しいです。実際はサーファーは僕の、経験、波を見て、すごいいいな、興奮してるんです。波来た瞬間に、もう渓谷の時は、もう形が見れるんです。波の形も自分のイメージして、この波こうなる、こういう時はこうやってばうまくいける、そういう興奮しながら、怖さはあんまり考えない。怖いともう何もできない。僕の意見です。鶴田さんはやっぱりそこが波乗りの楽しさ。今はもう自分はもう年なので、もう力もない、もうサーフィンもそのなんですけど、やっぱり自分のレベルを考え、大きい波は間違いなく怖いで、もうハードにできないです。気持ちは昔のイメージまだ残ってるんですけど、やっぱり
実際入ったら無理です。もうタイミング、テイクオフとか波の力とか、もう目線はもうテイクオフの瞬間も怖いです。もうまあそれはサーファー、多分サーファーの人たちわかる。よくわかるだと。僕はちょっと今はビビり怖い。今もたまにバリ島に帰ってこられて、ちょこちょこはサーフィンします。そうですね。だけど僕はハーフウェイしか行かないです。昔懐かしい。そうみんな友達はサヌとかヌサドアとかで、俺のいる場所そこじゃない。素敵ですね。もう40年前に初めてバリ島で2でサーフされてる方が今現在ハーフウェイでそれこそサーフィンしてる姿っていうのがすごい見たいです。でも本当に今は2、3年小学校の2、3年ぐらい話にならないですね。やっぱり最近の子すごいです。すごいですよ。もう自分よりも当時よりは全然違うレベル。もうそれはもうテクニックもなんでもう僕にイメージはもうあの子はもうプロ、明日でももうプロ、そういうイメージあるけど、これから楽しそうで。スデルタさんの、レベルというか、もう始めた時の方々で、テクニック云々というよりかは、っていうんですかね、波に乗る楽しさっていうのが、の方がすごい大きい。そうですね。やっぱりイメージが、やっぱりサーフィンってね、楽しくないとうまくならない。スポーツ何でも、僕の考えね。何しても怖いだったらやっぱり安ならないですね。今多分お母さんたちもやってるんですけど、もう女性もいっぱいやられてる、そうですね。子供もいっぱいやられてる。それを見てどう思いますか？いやー、それは嬉しいですね。女性と男性とか、今スポーツって何でも関係ないですね。それはもう僕も嬉しいです。だから女性の人がサーフィンしてるは本当に喜んでる。もっともっとまだまだ少ないです。でも僕の当時はストリームなんです。そうですよね。多分スデルタさんが最初にサーフィンを始めた頃なんて多分あんたそんなことやらないでよって親とかに親戚とかに言われたんじゃないですかね。いやー、うちのお母はあんまり言わない。多分忙しいかもしれない。僕はうちはほとんどいないですね。ちっちゃい頃、もう友達のこの5人メンバーは、もう朝晩夜まで一緒にずっと一緒に、もう友達のうちを泊まり。すみません。この5人のメンバーで、ジャニーさんとか、ボビーさんとか、アリさん、あとはスデルタさんとギナさん、リーバーさん。その人、リーバーさんのうちみんな集まる。もう僕は今見たとだいたい200メーター、500メータ
から人が見れるから分かるから手あげてもう行くってそんな感じで待ち合わせして、でもみんなその当時は見てたんですかね。そうですね、もう街で僕も言われてるですね。肌すごい真っ黒、もうこういう感じ。そして髪の毛も赤いです。赤いじゃなくても白、もう髪の毛も死んでるみたいな。もう白のちゃん。一番、だから我慢っていうのがあったんでしょうね。我慢みたいじゃないですか。あれはまたスイートラのスイートラさんはもちろんいやうちの上のお姉ちゃんの息子。そうなんですか。おいっ子。僕すごいごめんなさい知らなかった。おいっ子です。そうなんですか。じゃあもうそこの我慢の方たちとはもう親戚。そうですね。ほとんどコミングもそうです。そうだったんですね。お姉さんの息子さんが息子です。すごい。そうですよ。でも久しぶりにスディルタさんバリ島に戻ってきて、何かバリ島のサーフィンがバリ島の海とか波とかサーフィンしたことを見てなんか思うところってありますか？ここちょっと違うなとかここいいなっていうのありますか？でも難しいですね。いっぱいいろんなことは変わるから、僕はあまり偉いことを言えないですね。それはもう地元の偉い人たちが任せて、あまりわかんないから、あまり偉いことを言えないです。でも逆に日本のサーフィン業界に関しては何か思うところってありますか？ちょっと難しいところ。いや、多分日本のがサーファーの人たちはリスペクトしてる。そのサーフィン、そうですね。サーフィンの人と仲間の先輩たちはリスペクトして、例えば自分は地元じゃないから違うポイントをちゃんと挨拶するとか偉いですね。すごいですね。すごい。でもバリは、もうそこまではあまり考えないですね。バリの人。でも日本はもうすごいですね。勉強になります。例えば海とかね、そうですね。バリもそうですね。この間スタビーチとかすごいゴミが漂着するじゃないですか。昔からそうです。昔からプトゥンブロンってね、魚たちは一緒にワカメのとか、そうですね。一緒にヤシの国産の花あれカニさんが集まるあそこで、それで僕たちにそれはお土産、海からの海からお土産、僕たちはねでも今は世界中の問題はゴミのことはスティックのが一番大きな問題。バリだけじゃないです。どこでもいい。それはもう僕はそこまで。そうですね。文句言うんですけど、ただ風に飛ばされるだけです。もうスデルタさんからは何かサーフィンバリ
サーフィンも日本のサーフィン、サーフィン業界はこうなってほしいなっていう希望みたいな要望ですか、ホープって何かありますか？ホープってね、僕はね、ホープってね、これからは先よりもっともっとうまい子たちはもう今バリだけじゃないですね。サーフィン、もうジャワ島もあちこちもうインドネシアもうこれから負けないように、そういう子たちがね、本当やっぱ自信を持って夢をかけて、多分できるの人いるだと思う。誰か、ぜひやってもらいたいですね。そうですね。いつか2人帰ってきてびっくりされたぐらい。びっくりした。もうサーファー地元の人誰々をよくわかりません。その人たちはもう年齢が全く離れるので、僕はいないときあの人たちになれる。そうですよね。もう僕も80年に生まれたんで、もうはるか前から。そうです。わかんないですね。なるほど。実は僕も海入ると日本人って言われてるんですよ。そうです。先ほど会った時も思ったんですけど、ゆうかさんお顔がもう日本の方なんですよ。でも僕は冗談しながら日本人ですけどバリ語を喋る。バリ語じゃなくて。皆さん知らないから。そうですよ、日本人。よくわかんない。だけどバリ語、インドネシアの喋る。もちろん、先ほどスリルカさんがおっしゃったように、時代が変わればスタイルも変わるし、変わっていいんだと。でも、スリルカさんがいらっしゃるだけで多分、相当バリ島のサーフィン界の意味があるんじゃないかなと思ってるんですけど。僕、あんまり深い考えしたことないですね。自然で流れて、これからの若い子たちが任せて、今の時代をその子たちに考えて自分の将来へ向かって僕考えも僕の時代も終わりますから、ただ僕は後ろからなんかされないときは僕ただ後ろから押してだけ応援してそれでよかったら OK、ダメだったらそれはどうぞ。僕はね、今はもう若い子たち合わせて考え事をもうみんな分かるから、僕より分かるから、やっぱり。80年代の初めぐらいにも日本に行かれて、で僕は85年にこっちに来てみたいな、ある意味スネルカさんが日本のバリをつなげているっていう言い方もできると思うんです。そうですね。最後に何かサーフィングやられてる方にメッセージがあったらぜひお願いしたいなと思います。そうですね。本当に今バリ大変なんですけども、どこの国も大変ですけども、このCOVIDはコロナ、来年maybe多分よければぜひ世界中のサーファー人たちはぜひ日本の方どんどんバリ島へ
来てもらいたい。待ってます。よろしく皆さんお願いしま待ってますす。お願いします。ありがとうございました。いえいえこちらこそ。本当に貴重なお時間いただいて。すいません。いえいえ、まあ、こありがとうございれま、それよくわかんないですけど、何話わかんない。す。いえいえ、もう全然、すごく、貴重なお話をいただいて、本当にありがとうごいや、ざいますした。いません。また、ぜひまた、いろんな、またぜひ、はい。また話しはい。よろしくお願いします。